はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。今回はこちらクリスマスのライブ配信でちょっとお見せしたんですが、めちゃめちゃ怪しいガラス用の布巾クロスを購入しました。結構いい値段しましたね。10枚入りで4000ちょい、1枚4、500円ぐらいの布巾ですね。で買った理由としてはなんかね怪しいと。一番はそこ。普段だったら絶対買わないようなサイトですね。けどよくね相談を受けたりするんですよね。なんなら身内、なんなら父親、これすごくないみたいなサイト見せてくるんですよ。これどうなのみたいな、ちょっと使ってみてよみたいな。いや待てよと、もうサイトからして怪しいだろと、そんなはずがないんだと。けど本人はめちゃめちゃ安いぞと。でこんだけすごい映像が映ってるぞと。最近なんかあったっけな、なんか釣りで使うようなヘッドライト探してたんですよね。でうちの父親も釣りをするのでヘッドライト欲しいっつって、で見つけてきたやつがもうサイトに載ってる画像がね、それつけるだけでもう真っ暗闇が昼間ぐらいバーって明るくなってるんですよ。でそれだけならともかく、なんかサイト自体がなんかこれどこのサイトなのみたいな、なんか僕からしたらそんなの嘘に決まってるじゃんみたいな、そういうのがね多いんですよ。でこれもそれの一つですね。めちゃめちゃ怪しいインスタグラムのね広告かなんかで流れてきたのかな、拭き筋が残らないみたいな、そんなねタオルです。でガラス用なんですよ。で送られてきたんですが、こんなペラペラの口付きの袋にただこれがザコンと入っているだけです。何これと思って、やっぱはめられたわって今のところ思っているんですが、実際にねちょっと使ってみないとわからないところもあるので、購入したからね今から実際にどんな感じなのか使ってみようかなと思います。そしたらまずねどんな感じの生地なのか皆さんに見てもらいたいので、ちょっとね近くでお見せしようかな。でもちろんどういうサイトで買ったかは載せておきます。まずちょっと生地を見てもらいたい。はい、こちらですね。灰色の生地なんですが、大きさで言うと35センチ角ぐらいで何枚も入っています。一枚一枚がねもう薄いんですよ。生地で言うとフェルトみたいな、フェルトの薄い版みたいな、ほらちょっと引っ張っただけで伸びますもん。これが10枚入って4000円。またって感じですよね。で僕普段使っているガラス用のクロス、それもね一回見せたいんですが、僕はこういうのを使ってます。ワッフル地のタオルですね。使ってる理由としては毛が出にくい。窓ガラスって拭いていくとなんか毛が抜けてその毛が取れないみたいな、あれが厄介なので、できるだけ毛の出ないようなのを使ってます。で行き着いたのがこの辺になりますね。でこれ使う時って言ったら洗車した後にガラスを拭く用ではなく、内窓とか汚れてた時に窓ガラスだけを精製水とかを使ってね拭きたいなっていう時に使ってます。あんまね水の量が多くない時ですね、そんな時にこれを使っておりますので、これと使い比べたり、あと吹き上げ用のクロスですね。洗車した時に使うようなクロス、こういったツイストのやつですね。この辺とも使い比べながらやっていこうかなと思うんですが、魔法のガラス用布巾、特徴は拭き筋が残らない、ピカピカになる、臭くなりにくい、あと5倍吸水って書いてありましたね。5倍吸水ってすごいねと思いながら購入したやつなんですが、見るからにちょっとどうなのっていう感じはしております。とりあえずちょっと使ってみましょう。そしたら窓ガラスを拭いていこうと思います。めちゃめちゃ汚いですね。ちょうどいい車がありましたと。この布なんですが、窓ガラスにも使えるしボディにも使えるみたいです。けど一応窓ガラス用って書いてあったので、まず窓ガラスで使ってみようと思います。でこの布今乾いてるやつですね。で濡れてるやつもあります。両方用意してあるので、まずは乾いた状態で使っていきます。インビジブルガラスですね。拭き筋が残りにくいやつですね。よくこれでガラスを拭いているので、これで拭いてみようと思います。こんな感じで吹きつけて、最悪だね。全然ダメなんだけど、吸うとかのレベルじゃないんだけど、何これ。ちょっと濡らしたやつ、固く絞ったやつですね。これ用意してあるので、こっちでもやってみようと思います。こっちの方がいいのかな。いやひどいなひどい。これはやっぱダメだな。逆に僕がよく使ってるワッフル地のやつ使ってみようと思います。そうこんな感じだよね。これで何回か拭いていけば、ほら
ちょっとね水垢あるからあんま綺麗じゃないんだけど、こうだよね普通。何が魔法なの？ちょっともう一回いくわ。いきますよ。魔法の布巾5倍吸水です。一切吸水しないんだけど、何これ。ちょっと面を変えますね。面を変えたところでですよ、やっぱ失敗だったか。ちょっとボディも試してみよう。この辺フェンダー付近ですね。霧吹きで水をかけます。で魔法の布巾いきますね。あ、全然ダメだ。ほんと全然ダメ。論外。今ちょっと湿らせてた方ですね。乾いてる方。もうなんか伸ばしてるだけ。なんならこの布巾濡れないし、弾いてる。なんで？全然濡れないんだけど、この乾いた布巾。逆にすごいわ。シルクドライヤーで拭こうか。分かりづらいか？この辺撥水してるかな？拭いてみますね。あ、これ伸ばしてるだけなんだよね。で吸わない。全然吸わない。びっくりするほど吸わない。押し付けても吸わないわ。乾いてるタオル、濡れてるタオル関係なしに、マジでこの乾いてるやつでやるじゃないですか。濡れないのよ、このタオルが。何なのこれ、すごいんだけど。これからシルクドライヤー使うとやっぱ全然違うね。はあって感じ。適当に水かけます。魔法の頭巾、乾いてるやつですね。これずっとこの布巾が濡れてても乾いてても同じです。これずっとこれ塗り伸ばしてるだけ。シルクドライヤー、この差ですよ。ダメだなこれ。これとか分かりやすいね。こういうことですよ。ずっとこれ。何が魔法の布巾だよ。ふざけるね。でほら、分かります？散々拭いてるのにポツポツぐらいしか濡れないんですよ。ほぼ濡れてない。でこれシルクドライヤーとかで拭くとこういう感じですよ。普通こうなんですよ。今ちょっとねシルクドライヤーまだ濡れてるので、この辺拭き筋が残ってるんですが、徐々に消えていきますね。普通こうなんだこれ。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちら、魔法のガラス用布巾という、めちゃめちゃ怪しいサイトで購入した5倍吸水、拭き筋が残らないという1枚400円ぐらいするね、謎のタオルを使って実際どうなのかっていうのをね、やってみたんですが、やっぱりねっていう感じですかね。想像以上にひどかったんですが、ある意味魔法だね。吸わなさすぎて魔法っていうぐらい吸わないです。で届いた瞬間に、ただ袋に詰められてただけなんですよ。やっちゃったなとも思いつつ、やっぱそうだよなとも思いつつ、こういうのね、良くないですよね。どうにかなんないのかね。こういう明らかに嘘っぽいやつ。嘘とも言い切れないのかな。何なんだろう。取り締まってもらいたいなって思うレベルです。一応注意喚起としてサイトの方を貼っておきますが、このサイトがねもう怪しいから、もう接続しない方がいいかもしれない。画像だけ載せておきます。こんな感じなんですよ。結構ねよく見るサイトです。なんかうさんくさいやつでよく見るサイトで、だいたいセット売りでめちゃめちゃ安くなってく。なんか明らか1個しか必要ないようなものでも4つ買うと半額以下ですみたいな、そういう感じのサイトですね。こんなのが売ってるんだっていう感じですけど、人によってはすごいなと思って買っちゃう人いると思うんですよ。気をつけた方がいいです。サイトも本当信用したサイトから買った方がいいですね。どういうのが信用できるのかって難しいんですが、なんとなくわかります。明らかうさんくさい歌い文句だったり、日本語がね変なんですよ。何これ、どんな日本語だみたいな。あとこんな漢字日本じゃ使わないよなみたいな、似たような漢字使ってたりとかね。そういうのを元にこのサイトは大丈夫なのかどうか、ある程度ねオフィシャルサイトだったり、あとはAmazon、楽天とか Yahoo とか信頼できるようなところで買った方がいいですね。今日楽天、Yahoo とかAmazon もそうなんだけど、信用できるかどうかって、そのサイト自体は信用できるんだけど、出品者が信用できないケースとかもねあったりするので、平気で偽物売ってたりするし、そこら辺はね皆さんにも注意してもらいたいな。これは本当かどうか嗅ぎ分ける能力っていうのかな、意外にね難しくないと思うんですよね。明らかになんか誇張したようなやつはちょっと疑った方がいいのかなとは思います。なので皆さんね、いろんな広告見ると思うんですが、まず買うのではなく信用できるのかどうかとかね、その飛ばされたサイトがねまたフィッシングサイトだったりするんですよね。そこら辺もね難しいんですが、怪しいなと思った方はぜひ DM 送っていただければ、僕が実際に買ってみたりしてね、どうなのかっていう
検証もね、してみたいなと思うので、ご連絡いただけたらなと思います。とりあえず注意喚起ですね。こういうSNS でうさんくさい広告の商品いっぱいあるので注意してくださいといった感じです。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週